二人が来ています。自己紹介お願いします。アイマーバンギャルディと、琴音アバンギャルディです。よろしくお願いします。はい、お願いします。ということでね。今週の月曜日ですね。はい。はい。ミステリープラネット、TBS のミステリープラネット、はい。出演させていただきます。はい。どうでしたか？まずは、見てない方にどんな番組やったかというと、これは、人間の記憶そういう、もう全部トータルで、なんか体のこととか、不思議というか、そういう能力がある人たちはどうなってるのかみたいなのを調べるような番組で、チョコプラさんと、佐々木希さんが MC の番組なんでございますけれども、そのスペシャルに、アバンギャルディも出演したんですが、トラビスジャパンの増田健太さんの、記憶力が凄まじいと。っていうのも、なんか例えば、ライブで急遽他のチームのパフォーマンスするってなった時も、すぐにパフォーマンス覚えて、で、そのままライブに出たりとかね、コンサート出たりとかして、ダンス覚えるのがすごく早いっていうことで、実際どういう風に覚えたり、どういう風な脳をしてるのかっていうのを調べる番組で、アバンギャルディのダンスが結構難しい。細かいし難しいので、増田健太さんは、どのぐらいの時間で覚えれるのかみたいなね、企画でございました。はい。はい。どうでした出演されてみて。てかもうほんまに、シンプルに、実際めっちゃ早かったんでしょ本当まず、レベル1。1。1はもう、見ただけで動いてたよな。一回見ただけでだいたい8割ぐらいつかめてて、3回練習して、細かいところまで覚えていくっていう感じで、もう大体は。でもレベル1は、言うて、アバンギャルディの、ライブというか、もうお客さんもパッて見ただけで覚えれるような簡単なカモメダンスですね。はい。手を開いて、飛んで、ちょっと上でトントントンって叩くみたいな。いう簡単なダンスとして作ったので、それでも何分ぐらいで覚えるんですか？ 2、3 3分だ。すごいな。で、からの、次は、はい、ちょっと細かい手振り。皆さんはもしかしたら見たことあるっていうので言うと、日清さんの台湾飯という商品の CM でアバンギャルディがやってたダンスで、ちょっと細かいんですよね。もうアームスの振りが、すごく、きめ細やかな振り付け。これはどういう風に覚えられてた？まず音で動きと音を合わせて、まず、アバンギャルディが踊ってるのを見て、座りながら見て覚えてはったよ。まず、踊らずに、ファースト視聴で。はい。初見で。見て、なんとなく踊って、2回ぐらい、踊って、自分たちが。で、その3回目ぐらいに、一緒に、やりますって言ってやって。やった感じ？なんか音を歌ってはって、結構音と動きをつなげてる印象があるから、じゃあそういう、なんていうんですかね。耳で入れてる人っていう感じが、イメージがありました。なるほど。でも結構曲もう不規則で、もう私は、私もね、結構振り付けするときに、まずその音から振り付けするんだよね。で、てってってってくてって、てくてっ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 て、自分が聞こえてる音で、これ掴みたいです、みたいなのを最初に、タンタタッタッタッタ、カタタタタタタみたいな感じで、まず決めてから、それの振りをちょっと入れていく感じになるんですけど、だから覚える方の人も、結構音で覚えたりしますか？お二人はどうなんですか？私は、音で覚えた方が覚えやすい派です。私は目で見てよ。じゃあ、リズムは一切無視っていうわけでは。リズムは、っていうよりかはつなぎ。この体の動きで、その後に最後音を入れるっていう方が多いですね。そうなんや。でも私は絶対音から入るかな。さすがに。音で、このリズム取ってるみたいな。なるほどね。人によっても違うんだよね。あかねさんの、やり方と、松田さんのやり方がめっちゃ似てる感じがして。なんか、そうですね。自分も、やっぱ、振り付けするときに、もうこの音の取り方が醍醐味というか、自分の音
自分から聞こえてて、この歌は、この音が聞こえてる、私は。で、それを皆さんに聞かせたいというか、見せたいっていうのもあって、音を掴んでやっています。で、自分が教えるときも、音楽ありで教える方が、覚えてもらいやすいかなって。でもわかりさん、みんな頭に入ってないのに、はい、音で。そう。できひんのに、すぐ音で。そう、でもなんかそれも見せたいっていうか、この音でタッタッタってやってるんだよっていうので、絶対音でやった方が覚えやすいから。だからなんか、知ってる歌を、あかねさんの、その、音で聞いたら、知らんリズムとか入ってきて、何歌ってんのってなって。なるよな。そう。けど、音聞いたら、ある確かに。なるほど、なるほど。実はね。あ、でもなんかそうやって覚えてくれたよね。なるほど。で、からの、最後、一番最高難易度はアイドル。ね、アイドル。これは、アバンギャルディがアメリカズゴッツタレントで、踊って、正直、もう自分も、難易度えぐいでっていうか、アバンギャルディの作品の中で一番難しいのの、ダントツやん。もう、で、これは一番、サビ終わりまでだよね。サビ終わりまで。はい。いやん。めっちゃくちゃむずいよ、正直。できって思いながら託したけど。でも教えながらも結構ギリギリまで、いける空気もちょっとレベル上がってるから、張り詰めてたのもあって、教えながらも、いける。なるよね。で、しかも今までは、その、レベル1、2は、まあ普通にその場でやる踊りやったけど、レベル3だったらいきなり構成がついてくるから、立ち位置も覚えないといけないっていうね。で、人もまあ多いわけなんで、人にぶつからないで、全員違うふりしてるっていう。周りね。そうなんよな。自分しかないふりもあって。はい。数秒で位置も変わる。正直ほんまにできるんかなって思ってました。でも、できちゃった。ね。全然いけた。何時間ぐらいかかったの ?40 分。1時間もかかってないんだ。かかってないね。40分すごっ。びっくりしました。マジか。しかもなんか、完成っていうか、できましたってなったら、できましたって言って、ストップウォッチ止めるんですけど、それの前に一回練習してみようって言って音出して、やったらもうフルでできちゃって、はあ、なるほどね。みたいな。みたいな。ちょっと仮で練習してみて、それでもうそこで覚えしちゃってたんですよね。すごいね、これが。ほんまに、ちゃんと、まあ私もその後 V 見させてもらって、なんかこう、まあ、すごいっていうことを結構言ったんだけど、ほんまにみんな伝わってるみたいな、この凄さが。そうなんですよ。なんか過剰に言ってる。いや、そう。ように聞こえますよね、これ。ほら、ほんとっていうのもね、私は、いや、正直舐めてもらっちゃ困んねん、このダンス。正直アイドルなんて、めっちゃ多分今まで人生で一番、なんか、もう大変やった、正直。2ヶ月、いや3ヶ月ぐらいかかって、本当にできなくて、なんかすごい、もう本当に一番嫌だったなって制作期間が。ほんま辛い制作期間やったけど、それを、まあ、難しく作ったダンスを、そんな、すぐ踊れるっていうか、ちょっと悔しいもん。40分で消化されも悔しいです。せやろ踊るのに苦労したのに。そうだよね。あんな45分の時間で、にされて、ほんまや、1時間もかからんと、覚えられて、そうよな、すごいよな、ほんとな。いや、すごいとしか出てこないぐらいすごかったです。あと、やっぱさ、なんやろ、まあ、細かい動き、メンバーとも合ってたしな。そこがすごいとこないな、揃ってたっていう。しかもなんか、こう、その作品に向き合ってくれる、その姿勢もほんまにすごくて細かいところまで聞いてくれるんですよ。ここの角度はどうしたらいいですかとか。てかさ。いや、そうやね。そのな、一発目で音楽流して一発目できちゃったっていうのがちょっと引いてんねん。その、音楽で練習してできたっていうのは、わかんねん。そうやと思ってたやん、私が。でも、0.8か9までは、そうやろやったんですよ。で、1が初めて。1にしてやったので、一発でできたっていうのが引いてんねんな、そこが。すごすぎて。マジすげえ、みたいな。それを後から聞いたね。最初に、
誰も言ってくれへんくて、スタッフの人が。で、これあれなんですよ、一発で、とか言って。そんなん、もっと言ってよっていう。それ重要な情報ですよっていうのを結構言って、結構びっくりしたところ、私的には。なんかみんな、そこにいた人もたちも。あとは、ほんまにこれも自分で言うのもなんですけど、私のダンスは正直やっぱ普通のダンスと違うから、なんか、難しいと思うよ。ダンスしてる人でも、すぐできる人、あんまいい日なって自分で分かってて、それ。そう。だから、なんか、すごいわ、まさかいつもやってるあんたたちなら、それ、すんごい早く覚えるのは当たり前やでって思うけど、やっぱ全然、いやいや、ほんまに、そうやん。そういう訓練してるから。やってるから。でもやってないね、全然初めて私のダンス踊ってくださったわけで、それがなんかすごいな。すごいです。でもなんか重要なこと言ってて、覚え方を、チャンクごとに分けてっていうか、ブロックを作るみたいなことを言ってたところがあって、めっちゃこれ、例えばダンス、今一生懸命頑張ってる人たちも、なんか、たまに言われるやん。ダンスってどうやったら早く覚えれますかみたいな。それのやり方って、多分、なんかめっちゃ、なんて言ったらやってみたら、なんか、訓練したらできるんかなとか思っちゃった。松田さんメソッドみたいなこと。そう、ほんとそう。で、だし、もうダンスに関わらず、いろんな勉強にも役立ちそうって思っちゃったりしました。だからもうすごいな、そんな簡単には、すごいよな、でもほんとすごい。もう頑張ってちょっとみんな、やり方で。はい。頑張ります。頑張ろうや。はい、ということで、じゃあ、曲。それではお聴きください。サービスジャパンの最新曲で Say I Do。FM 大阪アクネクラブ振付師の赤井です。本日のカッパトークは、アイムアバンゲルディとコトネアバンゲルディが来ております。お願いします。じゃあメッセージをご紹介します。ラジオネーム埼玉県狭山市の一番星ひかるさん、あかねさん、アバンゲルディの皆さんこんばんは。こんばんは。さて2月といえばバレンタインですね。私はいただいたチョコレートが大切すぎて食べられず、2年後にものすごく膨らんできて、チョコって腐ると膨らむんだということに気がついたとともに泣く泣く捨てたことがあります。2年も冷蔵庫どこやろ？皆さんのバレンタインの思い出エピソードなど聞かせてください。やばー。情したんかな？情はやばくない？でも冷蔵庫で膨らむ？でも、マジで、そんなやつにしてたってすごいな。あげた人。嬉しいですね。嬉しいから、でも食べてほしくない？でもまあ。美味しいうちに。捨てるなら食べてって話。いや、でも、確かになんか、どうなんまだ、このバレンタインの文化ってあるんかなちゃんと。でも、正直言えば、コロナ始まってから、作るのがタブーになって、全く手作りしなくなりました。じゃあ、例えば私はもう本当に学生時代とかは、もう絶対にみんなでチョコレートを持って、なんか、もう、めんどくさい子とかもタッパーに入れて、はい、取ってとかいうケースでやってたけれども、まあでもなんか、なんていうの、仲いい子とかにはちゃんとくるんでとか、やってたけど、そういうのはもうなかったの？確かに。君たちの時代は。生までやってましたけど、高校生になったら、やらんでよくなって。やらんでよくなって。それだ。そうなんですよ。仲いい子にはいいんですけど。いやー、思い出すわ、ほんまやな。やってた。楽っちゃ楽。でもいいし。まあ。そうなんや。意外と。そうなんだ。なんかそんな、でも、どうなんですかバレンタインとかメンバー同士とかでもしてるのそんな。してたっけ？でも、几帳面な子が、なんか、ちっちゃいのとか買ってきてくれたそのチョコ配ってくれたりとかは、たまにありますけど。なるほどね。確かに。じゃあ次、ラジオネーム滋賀県のパパジャンマンさん。この人、よう読んでまうねん。だからな、わからないけど、多分すごく、読みたくなる。言葉したい。質問してくれる。質問はね、読みたくなる質問。あかねさん、アバンギャルディの皆さん、こんばんは。こんばんは。今までに当てたことがある経験や、こんなすごいのが当たった
という、まあ、当選とかですね。っていうエピソードがあれば教えてください、あんまないんだ。例えばなんか、こう、はがきとかに応募して検証とかそういうのもあったことないですか？応募はしたことありますけど、それでなんか、当選の結果とか来たことはないかも。でも私の、そのね、実家なんだけど、両親ともに、すごくビールを飲むので、ビールの、なんか、この、検証みたいなのして、ママチャリ当たったことある。すごい。じゃなくて？そう、ビールじゃなくて。ビールが欲しかったんじゃないんですか？でもなんかそれがな、すごく嫌だったんだけど、そのママチャリ当たってんけど、なんか真っ青な青の、ママチャリやってん。で、それがな、ちょっとだけ恥ずかしかったん。だから、それ中学校ぐらいの時に乗っててんけど、みんな普通のシルバーとかのさ、ママチャリやで、それだけ真っ青やねん。だから、ビールデザインみたいなこと。なんて、いや、ビールデザインなんかな、わからないけど、まあ多分そうやったんちゃう。でも、なんやろ、普通の、もう、なんて、ノーマルな、青とかじゃなくて、もう、濃い、なんやろ、もう、それやん、青やんっていう、もう、絶対、きついな、みたいな青の、チャリンコが当たってもって、検証あるあるです。それでも当たって、それずっと乗ってた。そう、だってもうそんな。確かにね。使いなさいって言われて。そりゃそうね、当たった。と思って、乗ってたなぁ。へぇ。ないんや。意外と運がない。運もないし、多分トライもしてないかもしれない。ああ、そう。俺もしてないかもしれない。じゃんけんとかでさ、よくこう、アバンギャルディでさ、じゃんけんとかするやん。あんなもんないんや。ないんですよね。ないんや、怖そう。本当に弱い。あかねさんのじゃんけん。あかねさんがなんか、じゃあこの中で服あげますとかようやってるやん。はい。服とかなんか、バッグ、プレゼントとか、じゃんけんとか、やって当たったことなし。ありますけど。何？別にそんな大したことないって言うない。おい。ありますけど、ってない。ありますけど、でも、僕はないんですよ、私。だから。そっか。そう。ないかも。じゃあ、一曲ということで。続いての曲はですね、来週にですね、お友達のナイトテンポのライブに、アバンギャルディもお邪魔しますということで、この曲のおかげでまたアバンギャルディがね、バズったりとかもしてます。ありがたいです。じゃあ、その、ありがたい曲を流したいと思います。ナイトテンポ&エスハで、フライデーチャイナタウン。ナイトテンポ、昭和、グループミックス。どうぞ。感謝の日々。だからやっぱ皆さんがこう働いてくださってるおかげ。うん。そうですね。めっちゃ、もうほんと感謝の。できない何もできないことばっかりやなと思って、すべてのことができなくなって、自分は結構ひどい。ひどい。ほんとひどい。ほんとすごいです。次。大阪市西淀川区のあこさん。新しく上がった創生のアクエリオン。これはオタゲーの映像、YouTube とかですね。映像が見ました。めっちゃかっこよくて震えました。暗い中でのライトの動きや角度は少しのズレでも目立つと思いますが、それでもピタッと合わせてきて体の動きも関節が取れちゃいそうなぐらい大きくて、細かい音ハメも気持ちいいくらいに決まってて、アバンギャルディの凄さを改めて感じましたというメッセージをいただきましたが、見ましたか？二人は出てないけれど。出てないんです。出てないな。いや、でも、どうですか？やったことあります？ああいうオタゲーとかは。はい。トライしたけど、下手くそすぎてびっくりしました、自分が。なんか、わからんけどさ、なんか一回オーディションじゃないけど、あったやん。ガチ落ちました。なんか、この人、みたいなんで、何人かの中から入れるかどうかみたいなオーディションがあって、で得意な人たちでこう、見られて、あったと思うんですけど、選ばれもしない。私選ばれました。小鳥さん選ばれた。はい。やってた？がっつり落ちた。でもなんかああいうのってやっぱ、普段の動きよりしんどいんですか？ああいうオタゲーの動き。そう、言い訳すると、なんか、でかいじゃないですか。だから動作に、無駄があるというか。そっか。みんな、小さい人たちよりも、機敏に動けないんですよね。時間かかって。でも、その中でオタゲーとかやってる人たちって、
大体男性多いじゃないですか。結構タッパーのある手足も長い人たちが多くって、そのアバンギャルディの人たちよりも、なんか足のスタンスがすごく広くって、すごいじゃないですか。だからああいう風にはなれないんですかアイムさんとか。なったらもっとすごくないって思えへん。確かにな。結構、華奢な人が結構確かにやってるイメージあるけど。そうですよね。あれは難しいね。普通のダンスと比べて全然どう違うん私やったことないかわかんないけど。てか多分あれ、ダンス以上の体感がそうなんや。いると思います。いるんや。全部だってこう、振り回す状態を支える下半身がないと、無理なんやろなって思います。なるほどね。じゃあ普通にみんながいつもやってるダンスよりも、ちょっとその体感が難しい。鍛えないとできないんだね、なかなか。でもなんかすごく、いろんな方からですね、このおたげがすごかったっていうコメントがいただきましたよ。で、質問としては、誰が振り付けを考えたということも言ってましたけど、これはもうメンバーがみんな考えてますね。私一切もう会話してませんし、この音の取り方がなんでなんとか、こうならへんのとか、こう聞こえてこれはできひんのとか言ったりすることありましたけど、でもほとんど基本的に、ノラさんがおたげを結構極めてるので、なんかね。そうだよね。基本的にベースを考えて、あとはメンバーがこの動き、なんていうかあるんだよね、なんか。名前がな。こういう、なんだっけ、ロマンスだ。ラブって言いそうだった。ラビリツ。違った。ロマンスだ。ロマンスとかさ、村正とかなんか言ってたな。なんかわかんないけどさ。なんかあるんだって。なんかメンバー、おたげやってるメンバーが、技名で、ここの角度が、ロマンスの角度がとか言うんですけど、何もわからない。そうだよね。すごいよね。でも、結構おたげの界隈の人たちも見てくださったみたい。そう、すごい、湧いてましたよ。なんかやってくれて嬉しいとか、なんか、こう、うちらの中では思いつけへん振り付けが入ってるとかもなんか言われてして、へーと思った。そう、なんかまた、ね、なんていうの、知らなかった人にもね、伝わってそうかなと思って、チャンスだぞって言ってます。チャンスだぞ。はい、もうすぐもう一本行けって。おたげもう一回やれって言っておりますよ。本当ね、頑張ってほしいですね。頑張ってほしいです。でもこのね、ちなみにね、その曲も私が好きすぎてこれにしてくださいって、曲のセレクトはすいません、私が。こだわり。はい、私は本当この曲好きっていうことで、そう。選曲は関与しております、私。はい。しっかり関与しております。はい。ということで、じゃあ、そのミュージックかけていきましょうか。遠藤正明で、創世のアクエリオン演奏バージョンです。どうぞ。FM 大阪あかねクラブ振付師のかねです。ラジオネーム、奈良市のひまさんさん、18歳。高校生活の中で一番の思い出は何ですか？私はダンスの大会で準優勝したことと、高3の時の体育祭でダンスで優勝したことです。コロナね。3年がっつり。がっつりか、2人とも。接触あるような競技はまず。はい。じゃあ、例えばどんな騎馬戦とか絶対やれないですよね、それこそ。あれも、リレーだけはさせてもらえた？リレーして、オーナーは、紙に書いたものを取りに行く。借り物競争。なんで、そんなないな。もう謎やな。さあいいの？やりました。ある？それで終わりやったらめっちゃ短いやん。2時間で終わったんで。あんまり授業ぐらいやん。私は運動会でジェンガとか。ジェンガ？肩を、肩に手を置いて、人の。で、タン、タン、タララララみたいな。前、後ろ、前、みたいな。音止まったらじゃんけんして、誰一番前みたいな。ほんまにみたいな。一番前誰やし、一番後ろどこに繋げななあかんのっていう状態。確かに、そんな長いか。めっちゃ楽しくて、それが。そう。ということで。じゃあ、告知ございますか？2月16日の日曜日ですね。はい、ザ・ナイトテンポショー2025にアバンギャルディが出演させていただきます。はい。メンバーはノナ、ソノ、セイラ、パニ、ミユ、まっちゃんです。はい。この6名が、出演しますので、ぜひ、東京方面にいる方はぜひ、お越しください。はい、お越しください。からの、すごく大事なお知らせは、アバンギャルディのサードライブ、ダンストゥザフューチャーの
最速先行受付がチケットピアにてスタートしております。はーい。いつまでですか？ 2月9日、2月9日の11時59分までです。ああ、まだ間に合うということでね。皆さんぜひぜひ、Dance to the Future。やばいね、噛まねえな、これ。発音よく。Dance to the Future。言うちょっとな、これ毎週言ってなあかんでしょ。Dance to the Future。ダンス2 the future。もうなんか一応そうなの、もうまずもう諦めてるんだし、結構ダンスツータツータとか言ってますよ。もう、すごいから。確かに。だからさ、ダンスツータツータで。かっこよく言ったらいいやつ。ダンス、無理、あ、やばい、もうこれ嫌やわ。ダンス、もう嫌や、ダンス2が無理や。ダンス to the future。言って。ダンス to the future。ダンス to the future。なんか言いにくいな。ダンス to the future。ダンス to the future。おー。ダンス to the future。いや、もう嫌やな。なんですかほんま、どうしよう。ダンス to the、もう嫌。もうだから、悪い予感してね、ほんまにな、毎週これ言っていかなあかんねんでって言いながら、でも結局これになっちゃったからさ。もういいよ、もうでもまあ、ダンス to the future ということでね、3回目の、ライブなので、ぜひ皆さん見に来てください。お待ちしてね。はい、お願いします。ということで、たくさん喋りましたけれども、以上でございます。はい。じゃあ、お別れに1曲ということで、琴音さん。私ですか？はい。琴音選曲で何かじゃあ1曲かけてみてください。ほんまにハマってる曲。おいしよしよし、何ハマってんの？そんななんか。いや、ハマってんの。教えて。ちょっと恥ずい。お願いします。もう、ちょっと恥ずいってどうなんや花のドロップです。どうぞ。何が恥ずいかわからんねんけど。めっちゃホッめっちゃトよ。綺麗。いやいや、私も大好きよ。めっちゃいい。はい、ということで今週のおかっぱトークは、アイムアバンゲルディと琴音アバンゲルディでした。ありがとうございました。